皆さんこんにちは、森くんです。今回の動画はギタドラギターフリークスの超高難易度譜面を解説する動画のパート2になります。前回のパート1ではレベル 9.91 から 9.95 までの全11譜面をご紹介しました。まだパート1を見ていないという方は概要欄にリンクを載せていますので、ぜひそちらからご覧ください。そして今回はパート2としてレベル 9.96 から 9.99 までの破壊的なパワーを持つ全10譜面について、譜面の特徴や攻略ポイント、そして上級者目線ではどのように見えるのかなどを解説していきます。こな捨てではありますが、スキル9700まで到達した人間による解説はそうないと思います。あくまで個人的な見解ですが、楽しんでいただければ幸いです。それでは早速始めていきましょう。デイドリームはフォースミックス&サードミックスのアンコールステージとして登場した伝説的なボス曲であり、モデル DD シリーズの原点となる楽曲です。その異次元の難易度は作曲者自身が世界に 2,3 人クリアできる人がいればいいと思って作りましたとコメントを残すほどで、3ボタン時代では難易度99という圧倒的な存在感を誇り、攻略できたプレイヤーはごく一部のスキルトッププレイヤーのみでした。そして5ボタンへと移行した現在も難易度 9.96 としてプレイヤーの前に立ちはだかり続けています。譜面の前半は3レーンを意識したワンパターンな配置となっており、熟練したプレイヤーであればそこまでの脅威とはなりませんが、途中には5レーンをまんべんなく使った単色階段運指がコンボカッターとなり、プレイヤーの侵入を拒みます。しかしデイドリームの真の恐怖は後半最後のスペシャルフレーズからのギターソロから始まります。泉氏が繰り出すやりたい放題のギターソロはそのままギターフリークスの譜面として落とし込まれており、リズムが崩壊した怒涛のフレーズを全てピッキングで再現しなければなりません。現在の譜面では単色運指が主体となってはいるものの、その難解さは健在です。この譜面を攻略するにおいてパート1の動画でも何度かお話ししていますが、譜面を分割して理解するという意識が非常に重要であり、いくつかのセクションに分けて考えることで攻略の糸口が見えてくるでしょう。まずはノーツをしっかり捉えることを最優先にし、徐々に精度を上げていくのが理想的です。本譜面は現在難易度 9.96 という高い評価をされており、確かに現時点ではエクセレントを達成したプレイヤーは少なく、片手で数える程度の人数しかいません。とはいえ3ボタン時代と比較するとギターソロから2色3色の複合がなくなったことで攻略難易度はやや低下した印象もあります。そのため個人的には難易度 9.96 ではなく 9.94 程度が妥当ではないかと考えます。ギタドラ黎明期から君臨し続ける最古の超高難易度譜面デイドリーム、その攻略はギターフリークスにおける一つの到達点であり、多くのプレイヤーにとって憧れの伝説的譜面と言えるでしょう。さよならヘブンはトライブーストよりギタドラへ移植アレンジされた楽曲です。もともとは家庭用ポップミュージックに初収録され、その後さまざまな B マニタイトルへと移植されてきました。作曲は猫又マスター氏が手掛けており、日常的な出会いと別れをテーマにした楽曲として知られています。しかし泉氏によるアレンジによってその出会いと別れはより壮絶なものへと生まれ変わりました。本楽曲の譜面における最大の特徴は繰り返し登場する単色トリルです。メインフレーズとなるこのトリルは処理できないほどのものではありませんが、リズム感が独特であり、エクセレント達成者が指で数える程度と非常に少なく、精度が出ない譜面として定着しています。単色で繰り返し処理するため、これをスーパーランダムで崩そうと考える方もいるかもしれませんが、楽曲の前後にあるソロフレーズでは高速ピッキングが求められるため現実的な選択肢とは言えません。このメインフレーズとなっているトリルにおいて4連トリルと考える人が一般的かと思いますが、14ではなく23の意識で処理することによって精度が劇的に変わりました。私自身
以前は14の意識でプレイしており、繋がっても精度が 98% 程度にとどまっていました。しかし23の意識に変えて間もなく、こなす手番ながらエクセレントを達成することができました。また意識を変えても指が動かないという方は、人差し指と中指という強い2本指を駆使する方法も試してみると良いでしょう。スライドを多用することになりますが、より確実に処理できるようになります。本譜面は現在難易度 9.96 と評価されていますが、一度理解してしまうと体感的にはそれほどの難易度を感じなくなります。メインフレーズとなるトリルが最難関であり、それも意識を変えるだけで解決できてしまうことを考えると、9.95 以上の難易度に値するかは疑問が残ります。個人的には 9.94 程度が妥当ではないかと考えます。異色楽曲でありながら、泉氏のアレンジによって究極のギター譜面へと昇華されたさよならヘブン。機種の壁を越え、今も多くのプレイヤーの挑戦という出会いと達成という別れ、その一会を待ち続けていることでしょう。コンチェルティのインブルーはセブンスミックス&シックスミックスのアンコールステージとして登場した伝説的なボス曲です。作曲者である佐々木氏がボス曲を手掛けることへのプレッシャーと向き合いながらも生み出したこの楽曲は、現在でも高い人気を誇ります。通称コンチェと呼ばれる本楽曲は、当時エクストラ曲であったモデル DD2 の難易度が非常に高く、アンコールステージに到達すること自体が困難だったため、一部のプレイヤーからは幻のアンコールとも称されていました。その譜面もまた登場当初から最強クラスの難易度を誇っていました。5レーンとなった現在では、さらに凶悪な進化を遂げ、マスター譜面のフルコンボ達成者は未だに存在しません。その譜面は単色と複色が巧妙に組み合わさった複合運指や BPM240 相当の不規則な高速フレーズが特徴で、ほとんどのフレーズに絶妙な切りどころが点在しています。特に中盤の短いスペシャルフレーズからフレーズ E にかけては、凶悪な複合階段運指がプレイヤーを待ち受けます。単色複色の複合運指を処理した直後に、右から左へ左から右へと綺麗な複合階段運指を処理する必要があり、さらには中々運指による折り返しや途中で表と裏が入れ替わるトリッキーな配置、フレーズをまたぎながらオープンノーツを含んだ複合階段運指へ変貌するなど、このセクションだけでプレイヤーを惑わせる巧妙な仕掛けが数多く散りばめられています。譜面を分割して認識する意識で対応することが重要ですが、ここではさらに高度な運指技術と柔軟な思考力が求められるため、一筋縄ではいきません。ランダムオプションでは 95% 以上の達成率を記録しているプレイヤーもおり、正規譜面よりも処理しやすくなる場合もあるため、攻略の一手として検討する価値は十分にあります。ただし変則かつ不規則な高速面が存在することを忘れてはなりません。高度な運指技術と正確なピッキングが要求されるこの譜面は、現在難易度 9.97 として設定されていますが、ほとんどのフレーズに切りどころが存在し、特に中盤の短いスペシャルフレーズ付近での圧倒的な譜面密度は 9.97 という数字を凌駕する難易度を誇ります。個人的にはこの譜面は 9.98 相当であると考えています。 XG シリーズになってから約15年、攻略そのものが幻と化してしまったコンチェルティのインブルー。誰もいない寒空の下で幻の達成者が現れるその瞬間を静かに待ち続けているのかもしれません。モデル DD11 はトライブーストのプレミアムアンコールとして登場したボス曲です。これまでデイドリームからモデル DD10 まで続き、究極のメドレー楽曲まで登場した DD シリーズですが、その流れを超越する新たなナンバリングとして本作よりモデル DD11 が誕生しました。その存在は実はオーバードライブのサウンドトラックで泉氏が残した「そろそろ DD11 作るか」という何気ないコメントで示唆されていたようです。初登場時の難易度は 9.85 ですが、その真の姿が徐々に明るみになるにつれて
現在では 9.97 という超高難易度譜面として君臨しています。この譜面の特徴は超高速譜面こそ存在しないものの BPM180 で繰り返される4色階段や5レーンをフルに活用した5色階段といったワイドな単色階段運指です。特に前後のフレーズ B に配置された4色階段地帯は多くのプレイヤーが苦戦を強いられる難所で BPM180 という絶妙な速度で連続する階段運指はミスの許されない精密さと持久力を要求します。加えて譜面全体に点在する4色5色の階段運指、さらにはソロフレーズで登場する変則トリルなど運指精度だけでなくリズムの対応力も問われる構成となっています。ランダムオプションなどで譜面の配置を崩そうにも階段運指がさらに複雑化し BPM180 の速さではかえって難易度が上昇することが多いです。私の知る限りこの譜面でフルコンボを達成したプレイヤーは正規譜面で攻略したごくわずかなプレイヤーで現在でも片手で数えるほどしか存在しません。3本指で攻略した私個人の話ですが、スライドを駆使することで4色階段は112や211といった動作へと簡略化でき、ある程度は簡単に捉えることができました。しかしスライド技術には高度な精度と緻密なコントロールが求められるため繰り返し実行することは指を痛めるリスクを伴います。4本指で攻略する場合でも BPM180 の階段運指を正確に処理し続けるには並外れた技術力と集中力が必要で、わずかなミスが致命傷となる場面が多々あります。 BPM180 という速度で繰り広げられる階段運指の刃は今なお多くの上級者たちを苦しめる脅威として立ちはだかり、難易度 9.97 はその凶悪さを物語っています。これまでのデイドリームや究極メドレーをも凌駕するシリーズ11作目となるモデル DD11。 これからも多くのプレイヤーに挑戦を突きつけ限界を超越せしその先の領域へと誘うことでしょう。スカイスクレイパーはトライブーストのイベントによるプレミアムアンコールで登場したボス曲です。 V6 で登場したジャングル以来のフリージャズ楽曲でありながらそれをさらに超越した技術を要求する超高難易度譜面として君臨しています。過去にはコナミアーケードチャンピオンシップの予選課題曲となったこともあり多くのプレイヤーが苦戦しベース譜面でスコアの妥協を強いられる場面が見られました。この譜面の最大の特徴はまるで高層ビルを階段で登るかのように4色階段運指が主体となっている点です。右からの階段左からの階段が次々と襲いかかり階段運指技術と精神力が試されます。仮に階段運指を処理できたとしてもこの譜面には BPM240 の16分相当の高速譜面が存在するためピッキング技術までもが要求されます。それは447443という構成になっていてダウンピックから入ると7で奇数終わりとなってしまい後半が裏になりアップピックから入ると前半の4連が全て裏となってしまうためどのように認識して処理するかが鍵となります。考えられる方法としては1つ目は7をダウンで処理したタイミングでリセットをかけるという方法でもこれは BPM240 の速度では精度が出にくいと推定します。2つ目は7443を613131といった分解した認識を意識して処理する方法13の4連を意識するといったところでしょうか。そしてもう一つはアップピックで始動し最初の447を13317という認識を意識して処理する方法。最初にアップピックで処理することによって3連意識を作りその後17といった8連を構成できるため試行回数の少ないこちらのがイメージしやすいかもしれません。今挙げた3つの方法はあくまでも私個人の考えですので他にも良い方法があるかもしれません。階段運指の連続そして奇数切り替えの難解な高速譜面今も多くのプレイヤーを苦しめる最強譜面の一つです。攻略できたプレイヤーがまだ片手で数える程度しか存在せず
全体的に高度な処理を求められることを考えると、現在の難易度 9.98 は非常に妥当な評価と言えるでしょう。ジャングルと同じフリージャズの曲調ながら異次元の難しさを要求するスカイスクレイパー。密林から摩天楼へと文明的な進化を遂げるようにプレイヤーの進化が求められています。エクリプス2はネクステージのプレミアムアンコールとして登場したボス曲です。元となるエクリプスはギターフリークスセカンドミックスで登場しましたが、 XG 以降現在のギャラクシーウェーブに至るまでなぜか収録されませんでした。その伝統的楽曲の名を冠しながらも原曲以上の激しさを持つ超高難易度譜面となり、特にベース譜面の難易度は 9.98 と評価されるほどの凶悪さを誇ります。この譜面の最大の特徴は単色運指を主体にしつつノコギリ状の運指や4色階段を交えた構成にあります。 BPM170 の16分運指がメインとなる。ネックボタン操作の体力と集中力が肝となる。レーン移動を伴うパターンが多く、繰り返しの精密な動作が求められます。スーパーランダムで崩そうにもノコギリ運指が存在するため、逆に難易度が上昇する傾向にあります。そのためこの譜面を攻略するにおいては正規譜面かランダムオプションの2択となっています。私自身の実証した攻略法として次の2点を意識することで安定感を高めることができます。1つ目は単色運指やフレーズ C の2色混じりではレーン意識を優先し譜面の形を意識しすぎないことです。これにより判断ミスを減らし精度向上につながります。2つ目はノコギリ運指でのピッキング意識が重要となります。運指からノコギリ運指に入る瞬間のみダウンピックが2色押しとなり、それ以外はアップピックが2色押しとなるため、それを念頭に置くことでミスを軽減できます。ただし思考を意識しすぎるとプレイに力みが生じてしまい、途中の4色階段でつまずくリスクがあるため注意が必要です。全体を通してワンパターンではあるものの、プレイ時の集中力と思考意識のバランスを取ることが極めて難しい譜面であり、これを攻略できたプレイヤーはごく少数となっています。現在難易度 9.98 となっていますが、運指のみ凶悪である一方でピッキングについてはそこまで脅威ではないため、個人的には難易度 9.97 程度が適切であると考えます。まさかのナンバリングとして登場し、原曲以上の激しさを持って多くのプレイヤーを圧倒したエクリプス2。次世代で復活したその伝説的楽曲は、この譜面を凌駕する力を持つプレイヤーを待ち続けていることでしょう。月笠はバズアップの頃に開催された KAC2023 ギターフリークス部門決勝戦で初登場した楽曲です。空泣きの続編のような演出で大会決勝にて初披露され、その楽曲のインパクトはもちろん譜面の斬新さも話題となりました。その後バズアップの特別なプレミアムアンコールとして実装されましたが、大会で登場してから通常解禁されるまでには約1年ほどかかりました。作曲を手掛けたのはミーティアオロジストで、サウンドボルテックスの譜面制作者深瀬と B マニシリーズのコンポーザーでありギタリストでもあるゆうやの2人によるユニットであり、美しいサウンドながらも超高難易度な譜面に仕上がっているのは納得の一言です。その譜面構成ですが、全体的に単色運指が多い構成とはなっていますが、 RBY や RGY などの斬新な複色押しが登場し、さらには BPM240 相当の高速譜面までもが存在し、その高速譜面ながら3、2の繰り返し動作を要求するものがあったりと、斬新な譜面構成となっています。全体的に難しい構成ではありますが、特に難しいポイントはイントロフレーズでしょうか。ここで苦戦したプレイヤーは多いと思います。突如として BPM240 の2連から始まる BPM160 の単色運指ですが、BPM240 が点在しており、それも単色運指がダウンピックで終わったタイミングから切り替わるため、リセットをして繰り出すにも
かなり短い区間で何度も運指とリセットを繰り返し動作するため、座学を要するような最難関ポイントとなっています。また、アウトロについても BPM240 の32高速譜面を処理することも難しいポイントとなっていて、5連でリセットという動作か31132といった分割意識をすることになるため、これを BPM240 で処理することを考えると精度が出にくいと言えるでしょう。スペシャルフレーズも RGBP の一色飛ばし階段が地味に難しいポイントとなっていて、RG と BP の分割意識で処理するのが楽でしょうか。特徴的な RBY や RGY についてはランダムオプションで崩すことが可能で、一部を除いて通常の3色押しに変化させることができます。正規譜面では RBP の配置も途中に存在するため、それらもランダムオプションで崩すことが可能なため、攻略において一番有利なものとなるでしょう。逆に正規譜面での強みは同様のパターンを繰り返すことが多い譜面のため、処理しやすい傾向にあるということです。いずれにしてもイントロやアウトロについてはあまり変わらないため、難しいポイントはさほど変わらないでしょう。アウトロは最後の4色押しをお忘れのないように。初登場時より難易度 9.98 を誇りますが、単色運指がメインで不可能ではない運指構成である点や、攻略の選択肢が多いことも考慮すると難易度 9.97 程度が妥当でしょうか。KAC2023 でギターフリークスに新たな風を吹き込んだ月傘。その斬新な譜面はプレイヤーへの挑戦状であると同時に、イタドラの未来を開く息吹とも言えるでしょう。一網打尽は V4 のプレミアムアンコールステージで登場した V4 のラスボス楽曲です。というのはもうパート1でお話ししましたね。なのでいきさつについては省かせていただきます。今回紹介するのは一網打尽のマスター譜面についてです。この譜面は現在もほとんどの上級者プレイヤーを S ランククリアにとどめる、このゲームにおける最高難易度 9.99 として君臨し続けています。譜面の特徴はエクストリーム同様に BPM145 の単色運指譜面を中心に、ところどころで BPM217.5 相当の3連高速譜面や階段運指譜面が登場する点となっていますが、これにさらに運指が増えたり押さえるノーツが増えたりと、各所に最難関となるポイントが追加され、難易度が格段と上昇しました。イントロでは BPM217.5 の3連高速譜面だったものが33ではなく1113に変化。最初のセクションですらフレーズコンボを取らせない仕様となりました。これは3レーンでの思考にあったものとなっていますが、スライドを用いることで213と考えることができ、さらにそこで13を4と認識することで24で意識することができるため、動きも最小限となり癖が出にくく、処理が容易になります。フレーズ A では R ボタンで固定されつつ、4本指でのプレイングが前提となるような複色運指でボタンを押していく動作が要求されます。ここでは R 軸となっている間では R を意識せず、単色の Y や G が来るタイミングのみ意識してボタンを押す、離すの意識を持ちましょう。フレーズ B では3連譜面以外が全て運指となります。ここについては3連高速譜面をいかにミスしないかが鍵となってくるでしょうか。運指に気を取られてしまって3連高速のリズム感が損なわれるケースがあったため注意が必要です。フレーズ C では中抜けの複色運指を複合した運指となっていて、この中抜け運指が非常に難しいポイントとなっています。スライドを駆使しながら移動することで感覚をごまかし、最後左3レーンでは部分的にフルダウン処理をして確実に処理する動作をとっています。フレーズ D ではR 軸で4本指でのプレイングが求められるような複合運指となりますが、押していたボタンを離していく動作がメインとなります。この押している状態から離すという動作がギターフリークスのネック操作において最も難しい操作だと感じています。さらにこの後 BPM217.5 での階段運指が登場しますが、先頭のみ2色押しとなっているため容易に突破することは極めて困難です。
次のスペシャルフレーズでは特段これといって難所は存在しませんが、最後のスペシャルフレーズではフレーズ D 同様の動作を求められます。特に BPM217.5 の12連の階段運指が最難関であり、終盤で精神力を削られている中で意識できるかというところでしょうか。もっともこの12連以外の動作も全て気を抜けないものであるため、この12連が全てとはいかないのは確かです。この譜面ではボタンを押す、離すといった基本的動作が非常に難しい譜面を処理するためうまくできないと感じるかもしれませんが、フレーズ A やフレーズ D における動作はイメージトレーニングの積み重ねで体に染み込ませることが攻略の近道となるのではないでしょうか。特にこの譜面は基本的動作は3レーン主体のものとなっているため、イメージはつかみやすいものであると思います。ギタドラにおける最高難易度 9.99 という難易度評価ですが、譜面全体で見れば動作難が多く最高難易度であることは当たり前で、仮に 9.99 以上の数値があったとした場合は難易度10を超えるものではないでしょうか。 XG シリーズ以降どんな強者をも寄せ付けない一網打尽、その強靭な譜面はこれからもあらゆるプレイヤーを一網打尽にしていくことでしょう。スターゲイザーはネクステージのイベント暑い夏こそギタドラだキャンペーンでのプレミアムアンコールにて登場したボス曲です。朝木氏によって手掛けられたその楽曲と譜面は究極の超高難易度譜面であり、難易度は超絶怒涛の 9.99、 一網打尽と肩を並べる難易度となったスターゲイザーですが、実は一網打尽をも凌駕する最強最悪の譜面となっています。その譜面は BPM154 の16分運指がメインとなるものですが、単色での階段運指などは当たり前として今まででは考えられないようなワイドな譜面構成となっており、現在の上級者でも A ランクが出るほど凶悪なノーツ配置となっています。特徴的なものとしてイントロ、フレーズ A、フレーズ D、アウトロの4フレーズで左右のレーン切り替え意識を延々と繰り返すセクションがあり、左レーンでは運指も下りで BGR なのに対し、右レーンでは上りとなって BYP になるなど端から端へといった動作を繰り返します。特に一番右で YP の2色押しを処理した直後に BGR 単色運指へと戻る動作がこのセクション一番の切りどころとなっていて、この激しいレーン移動と運指が合わさっているせいで体力面、精神面が二重の消耗となってしまい、譜面を処理することそのものができなくなってしまうのです。現状これについての対策という対策がなく、私自身が導いた方法は人差し指で BGR、 薬指で BYP をスライド処理するといったゴリ押しです。これによってつながるフレーズもありましたが、やはり連続してしまうと指も摩耗し、消しゴムのようにいずれなくなってしまうかもしれないのでおすすめしません。単色運指が多いためランダムオプションではどうかと思うかもしれませんが、正規譜面より少しマシになる程度と思った方が良いでしょう。スターゲイザー特有のセクションをご紹介しましたが、この動作を含んだフレーズがもう一つ存在し、おそらくこのフレーズがこの譜面一番の難所となります。それは最後のスペシャルフレーズで、スターゲイザー特有のセクションを含みながらも BPM231 相当の高速譜面が存在しており、その配置が凶悪です。まず YPY から始まる4連高速譜面があり、ここでは444451といった個数になりますが、 YPY 動作から入るためそのまま処理すると裏になってしまいます。リセットするかアップピックから入り、4連をダウンピック指導で処理できるようにすると良いですが、 BPM231 相当だからかシビアなものとなっています。このまま4連高速譜面を抜けるとスターゲイザー特有のセクションとなり、そのまま3連高速譜面へと切り替わります。 BPM231 相当の3連高速譜面ですが、出口の配置が BP の中抜け配置となっており、この譜面をフルコンすることにおいてこの3連が最も厳しいポイントとなります。この出口からすぐにアウトロフレーズとなるため BP から BGR 運指を処理しなければならず、指の配置が問題となってきます。
終盤ということもあり疲労感たっぷりの状態で3連高速面を処理するのですが、そこからこの配置となると勝負のポイントはここになり得るでしょう。とはいえそれはあくまでスターゲイザー特有のセクションを普通に処理できればの話となってきますので、我々人類には早すぎる話なのかもしれません。クリアランク SS まで達成した強者こそ存在しますが、私の知る限りではたった1人だけです。多くのプレイヤーをなぎ倒したその最強最悪の譜面は現状の難易度では計り知れないパワーが詰まりに詰まったものであり、 9.9 以上の難易度が存在するのであれば難易度11は超えるものとなってしまうのではないでしょうか。次世代にプラスすることをテーマとしたネクステージにてギターフリークスにおける最高難易度設定をはるかに凌駕する譜面を搭載したスターゲイザー。譜面という宇宙の中で最強のビッグバンにより誕生した最悪な譜面は今も次世代の上級者を求めています。財布はハイボルテージのプレミアムアンコールで登場したボス曲です。ユウヤ氏による超絶技巧かつ美しいギターサウンドが特徴で、マスター譜面では初登場時より最高難易度 9.99 を誇ります。ザ・テンス KAC の決勝戦でも選曲されており、トッププレイヤーの真剣勝負を彩りました。その譜面は基本的に単色運指や2連オルタが多い譜面であり、随所で BPM243 相当の高速譜面も存在し、プレイヤーの基礎能力が問われるものとなっています。しかし2分8秒という尺の中で1157ノーツという圧倒的な物量を誇り、体力と精神力を極限まで削られる譜面です。特に単純な早弾きだけではなく、ワイドな運指やトリルを絡めたテクニカルな配置が随所にあり、プレイヤーの総合力が求められます。イントロでは2色押しの2連から単色運指につながる形で開幕からシビアな運指技術が要求されています。3本指で処理するならば、薬指のスライドであれば22で意識することが可能ですが、直後に BPM243 の3連高速譜面があるため注意が必要です。そしてフレーズへの終盤までは単色運指と2連を基本とする譜面になりますが、道中は非常にワイドな構成で階段運指も点在するため非常に正確な運指が求められます。またトリルしながら移動する運指も存在するため、トリルでは人差し指と中指という強い指をできるだけ活用すると良いでしょう。これにより癖がつきにくくなります。少し飛んで最初のスペシャルフレーズになりますが、ここでは2連オルタメインで単色運指を複合したものが途切れることなく続きます。そのまま2つ目のフレーズに入りますが、ここの終盤で BPM243 の高速譜面が存在するため、前半では可能な限り力まずピッキングの体力管理に注意しましょう。このままフレーズ C へと移りますが、単色運指としてはここが最も最難関であると言っても過言ではないでしょう。 RGB、RBY、GYP などといった3連トリルがメインとなるフレーズで、左から右へという動作を繰り返し行うため最も癖のつきやすいセクションとなります。正規譜面においてはネックを握り込むのではなく、ネックに手を添えるような形で指を平たくしながら押すと処理がしやすくなります。ランダムオプションだとこの3連トリルにある一色飛ばしをなくすことができたり、右から左へという動作にも変えられるため攻略しやすくなるかもしれません。そしてサビのスペシャルフレーズに入り、楽曲はクライマックスを迎えますが、ここでも油断は禁物です。後半のスペシャルフレーズに入るとオープンノーツが複合した単色運指地帯や BPM243 の瞬間的2連高速譜面や3連高速譜面があり、切りどころがないとは言えません。このスペシャルフレーズが終わると再びフレーズ A となって単色運指と2連を基本とする譜面に切り替わりますが、終盤で BPM243 の高速譜面が待ち受けています。体力、精神力と大きく削られたところでこの高速譜面と対峙し、ここでさらに疲れ切ったところで最後には階段運指となり、これでもかとプレイヤーのミスを誘い続けます。体力面の対策として BPM243 の高速譜面は3連や6連のため DUP を活用することで一部の負担軽減が可能となっています。ですが通常のピッキングから DUP へ切り替えることは非常に難しいです。最終局面のみ使うなど使う部分を決めると良いかもしれません。正確な運指動作、
ただ速いだけではないピッキングのマネジメント、そして最後まで油断を許さない譜面構成、プレイヤーの能力全てを問うかのごとくプレイヤーと対峙する本譜面はまさに 9.99 という難易度にふさわしいものではないでしょうか。移行的な要素を詰め込みつつも圧倒的な物量を持ち、ギターフリークスにおける最強クラスの譜面として登場した財布、その星の試練を乗り越えた時、プレイヤーはまさに星のごとく輝く存在へと近づくのかもしれません。はい、ということで難易度 9.96 から 9.99 までの全10譜面をご紹介していきました。いかがだったでしょうか。ほとんどの譜面で自力が必要なのはもちろん、それに加えて体力や精神力までもが極限まで要求される厳しいものとなりますが、座学をすれば簡単になるものもあれば絶対的不可能に近いものまで様々な譜面がありました。正直なところレベル 9.91 から 9.99 の中で難易度をつけるには 9.99 までの難易度枠では難しいのではないかとも感じました。特にレベル 9.99 の3曲ではそれぞれ特有の難しさがあり、それによって接続された譜面もあれば絶対的に不可能と言えるものもあるため、レベル 9.99 というリミッターを解放し新たなレベルを解放するのもありなのかなと個人的には思いました。新たなレベル帯を追加することによって適正な難易度調整をされるだけでなく、プレイヤーのモチベーションも変わってくるかもしれません。ギタドラはアリーナモデルとなりさらなる進化をしようとしています。問題こそ色々ありましたが、今後のギタドラに期待が高まりますね。また面白そうなテーマがあれば動画を作っていきたいと思っていますので、こんな動画が見たいというリクエストがあればぜひコメントや X で教えてください。もしかしたらそのアイデアが次の動画になるかもしれません。よかったらチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。とても励みになります。それでは次回の動画や他の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。